こんにちは、千代子です。ご機嫌いかがでしょうか。今回はリタイアするノートパソコンのお話です。こちらのノートパソコン、かなり前中古で入手したパナソニックのレッツノートです。なんと Windows 7の時代のものです。動画編集だとしばしばハングアップしてしまうのは仕方がないのですが、メモリーを無理やり16ギガまで拡張したら、それなりにちょっと改善しました。Windows 7はさすがにネットにつなげるのは不安ですから、OS は Ubuntu を入れています。ハードディスクを SSD に変えたら立ち上がりも早くなりました。そうやっていろいろと処置をして愛用していたのですが、ついに限界が来ました。冷却ファンは動いているのですが、手を乗せていられないほど熱くなるようになり、動作に不具合も起こるようになりました。内部を掃除したりグリスを塗り替えたりも試してみましたが、ダメでした。ついに寿命のようです。名残惜しいです。そこで液晶スクリーンに第二の人生を送ってもらうことにしました。ドット抜けもないし鮮明なままなので、まだまだいけるかもしれないのです。古いノートパソコンのスクリーンを外付けモニターとして再利用するのは先人の皆さんがパッと成し遂げられていますが、私は吸ったもんだしましたので、備忘録も兼ねて忘れないうちに動画に上げようと思います。ネジの多いレッツノートは分解が大変です。再利用することもあるかもしれない部品を取り出してモニター部分も外しました。恥ずかしながらちょっと枠を壊してしまったのですが、液晶パネル自体は無事です。裏側でモデル番号などを確認し、こちらのサイトパネルック .com で検索して仕様をチェックします。このサイトはテック系 YouTuber さんたちの動画で教えてもらいました。LP156WF1 の TLF3 出てきましたね。2009年ものだそうです。ヴィンテージですね。ここで大事なのがシグナルタイプ LVDS2 チャンネル40ピン。モデル番号で検索してこちらのコントロール基板を注文しました。先ほど確認したシグナルタイプとちゃんと適合しているかはダブルチェックします。そしてパソコンとつなぐときに HDMI 入力できることも確認しておきました。今時 VGA 接続だけだとパソコン側が対応してなくってアダプターが必要になるかもしれませんものね。また同時に電源用にこちらの AC アダプターも注文しておきました。これは基板の仕様を確認して、外周 5.5mm 内周 2.5mm の端子がついていて 12V 3A のものを検索しました。届いたのはこちらの小さな箱です。コントローラー基板はプチプチに守られてそこに隠れています。一番上のは液晶パネルとつなぐ LVDS ケーブル。その下にあるのがオンオフスイッチや設定を変えられるメニューボタンらしいです。では役者が揃ったところで心を落ち着けてつないでいきます。液晶パネルとノートパソコンをつなげていたこちらのケーブルの代わりに届いた LVDS ケーブルをつなぎます。金属がむき出しになっている方が上向きですね。慣れた方には当たり前のことでも千代子工房は確認が必要なのです。ところでこじこじ大先生によると、この液晶の基板を触るときは注意が必要だそうです。このモニターはノートパソコン自体に不具合が出たので電源オフの状態で寝かせてありましたが、電源を切った直後だと高電圧が流れているかもしれないとのことです。こじこじさん、勝手にお名前出させていただきましたが、いつもありがとうございます。次はこちらのコントロール基板側。さて、こちらの LVDS ポート、左右どちら向きでも入ってしまうんですよね。
間違えた方に挿すと基板も液晶も壊れてしまうかもしれないそうなのです。実はこれ一瞬やってしまったんです。通電確認した時に一瞬だけ液晶がついてすぐに消えてしまいました。幸いにして液晶も基板も無事でした。危なかったです。番号などは書かれていないのですが、よく見ると手書きっぽい赤い丸印がついていますので、これが1番目の端子ということのようでした。説明書も何も添付されてなかったんですよね。そんなの常識でしょということでしょうか。こちらのバックライトポートの方は白いプラスチックの形状が入る向きを決めてくれるので大丈夫でした。配線に慣れた人ならチャッチャッチャッとつないでしまうのでしょうけれど、千代子工房はいろいろと迷いながらもなんとか配線終わり、 HDMI ケーブルを通してミニ PC のレゴがスクリーンに現れた時は大いに安堵いたしました。これパソコン側がスリープになった時はこちらの中国語が出てきます。信号の前の字が天国の天の字に似ていますが、入力信号がないという意味らしいです。ちょっとした難点もありまして、パソコンの OS 側では明るさが調節できなくなりました。コントロール基板に付随してきたこちらのボタンのセットで調節するということになっているのですけど、少々面倒です。Amazon で注文したのですけど、メニューは中国語で言語設定を英語などに変えるというオプションはなさそうです。メニューがはっきりとは読めないので、だいたいこうなんだろうなぁと予想するしかないです。モニターを支えているのはダイソーで買ったゲーム機用のスタンド、300円ぐらいでしたでしょうか。ものすごくがっちりしているというわけではないのですが、今のところ重みにも耐えて頑張っています。コントロール基板は文房具のパッケージの空き箱にケーブル用の穴を開けて収めています。PET 素材なので静電気問題が起こりにくいらしいのです。中枢部分がミニ PC にとって変わりましたけれど、キーボードをつないで慣れ親しんだノートパソコンの名残を温存しております。最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いできたら幸いです。